ってどうやってリード獲得しているの？セールスフォースパートナーとの違い。フライク社はね、セールスフォースのパートナーね、やってるんですよ。はい、実は、でもやってないんですよ。でもね、分かんないと思うんですよね。今日はしっかりとお伝えをしていこうと思ってます。フライクのポリシー、大切にしている2つの考えということで、セールスフォースに依存しすぎない。で、2つ目、真のパートナーだからこそセールスフォースを押し売りしない。セールスフォースで作りすぎないっていうのは、まさにこのシステム連携組み立て図の中に現れてると思ってて、例えばなんですけど、ボックスですね、ファイル管理をセールスフォースでやろうと思ったらできるじゃないですか。それはしないとか、スラックとかチャットワークとか、いろんな、他のコミュニケーションツールをちゃんと使うとか、左下のバックログとかだったら ToDo をセールスフォースの中で使わずにあえて外部連携をしましょうみたいな感じで、先ほどお伝えしたようにセールスフォースに依存しすぎない。ここでよくあるパートナーの像全体の特徴としては、セールスフォースジャパン社は受注までのライセンス販売が主な業務で、パートナー企業は導入後の設定や構築、保守運用といった使いこなしは全て対応するようなのがよくあるパートナー企業のやり方。あえて僕たちはそのやり方を取っていないんですね。具体的なフライクのセールスフォースのプロジェクトっていうのはもう180度全然違うと思うんですね。まず僕たちは、この YouTube からリード、見込み客ですねを獲得していきます。それが9割方ですね。セールスフォースさんからの紹介っていうのは全く受けておらず、お客様からのご紹介が1割ぐらいですね。で、僕たち自身で60分の無償相談会と120分のプレコンサルティングをして、で、その後に要件整理を実施する業務設計プロジェクトを提案をし、その後初めて有償で業務設計プロジェクトが始まります。そこではまずセールスフォースのライセンスは契約をしておらず、業務設計、システム設計っていう2つのプロジェクトが完了して初めてシステム構築の提案をしますと。セールスフォースさんからすると見込み顧客、僕らからするとも既存顧客ですね、をご紹介させていただいて、ライセンスの契約をしますが、システム開発、テスト、運用までは僕たちで責任持ってやり、伴走支援をしていくっていう風な流れなので、あえてお伝えすると、僕たちはお客さんにセールスフォースを売りたいんじゃなくて、事業成長を支えるシステムを導入したい。なおかつ、パートナーであり続けたいっていうところがあるので、あえてこういう省流を取っているんですね。